こんにちは。10分でわかる本のまとめシリーズ。今回は量子力学で生命の謎を解くを紹介していきます。今回の動画はすごいですよ。この動画1本に量子力学の深い世界、人生学校の思いをしっかり込めてみました。有料級です。この本にはぶっちゃけ量子力学的に生命とはなど私たちの想像をはるかに超える世界がたくさん書かれています。もしあなたが突然、あなたの意識は量子力学的現象だとか、植物は量子コンピューターだとか、この世界が仮想現実である確率はほぼ 100% なんて言われたらどういうことって思いますよね。ですが、優秀な科学者がまさに今最新の論文を見ながら議論し合っている分野なんですよね。では早速究極の目次からいきましょう。生命が偶然発生する確率はほぼ 0%。意識は量子力学的現象か。植物が量子コンピューターである理由。この世界が仮想現実ほぼ 100% に近い理由。人生学校的この仮想現実を充実させる方法。それぞれ簡単に見ていきましょう。生命が偶然発生する確率はほぼ 0%。現代の世界最高峰の最先端科学を使っても一つの生命体を生み出すことはできません。生きていない素材を組み合わせて生きている葉っぱ1枚、生きている微生物1匹すら命を作ることができないのです。科学的に突き詰めていくと、命が偶然発生する確率はほぼ 0% に近い奇跡とも言える確率なんですね。ちなみにビッグバンという名前を考え出した天文学者フレッド・ホイル教曰く、ランダムな化学プロセスが組み合わさって生命が発生する確率は廃品置き場を竜巻が襲って偶然にジャンボジェット機が組み上がるようなものだというのです。意識は量子力学的現象か。最先端の量子力学の研究者でさえも意識とは一体何かの答えが出ないという深いテーマなんです。つまり意識というものを含んだ信頼できる数式や方程式はまだ存在していないのですね。ちなみに生きていないものに意識が発見されたことはありません。では、すべての生きているものは意識を持っているのでしょうか？ペットを飼っている人なら大抵犬や猫には意識があると信じていますよね。これもわからないのです。人間が意思疎通のために日常的に用いる言語はどうでしょうか？これは意識が必要そうですよね。では、意識を必要とする活動に共通する特徴は何かというと、それは観念ではないかというのです。では、この観念とは何かというと、観念とは、ある複雑な情報の塊で、我々の意識がそれを一つにまとめることで、自分にとって意味のある概念を作ると仮定します。では、私たちの意識の中で、複雑な神経情報は、どのようにして結びつけられて、一つの観念になるのでしょうか？これが意識をめぐる最初の難問なんです。これを結びつき問題と言います。人の目、鼻、耳、指などの受容体は匂い、形、色、感触、動き、音など無数の感覚を捉えます。一連のパルス信号に変換されたそれぞれの情報がどのようにしてひとまとまりの認識を生み出すのか、このように書かれています。完全に決定論的な宇宙からは意識や自由意志などというものは現れない。ですが、その一方で意識は量子力学的現象であるという説もあるんです。オックスフォード大学の数学者ロジャー・ペンローズは人間の心は量子コンピューターだと主張しています。最近の研究では量子力学は確かに心の仕組みに重要な役割を果たしているらしいというところまで来ているのです。脳の中の神経細胞の中にあるイオンチャンネルは脳の中で情報を運ぶ活動電位、つまり神経信号の伝達に携わっています。これは1秒間に約1億個というとてつもないスピードでイオンが出入りしているんですね。しかもこのイオンチャンネルは極めて選択性が高いのです。つまりカルシウムイオン1万個あたりナトリウムイオン1個ほどしか通さないなどですね。カルシウムイオンの方が小さいのであればなんとなく理解できますが、ナトリウムイオンの方が少し小さいのです。イオンがどのようにしてこれほど早く選択的に運ばれるのかについて未だに謎の部分が多いんですね。だからこそもしかしたらこの部分には量子力学の手助けがあるかもしれないと言われているわけなんです。ただ現時点では意識は量子力学的現象であるという証拠はありません。ですが、生命に欠かせない多くの現象に関係していることが分かっている量子力学の奇妙な性質が、生命の中でも最も謎めいた産物である意識には全く関係していないということもまた証明できていないのです。
その判断は読者にお任せしようとこの本には書かれています。植物が量子コンピューターである理由。ある時、植物は量子コンピューターであるという記事がニューヨークタイムズに掲載されました。植物が行う光合成は量子力学によってエネルギー輸送が促進されることが分かっています。地球上の植物や光合成細菌はたった1秒間太陽光を取り込むことで木や海藻やタンポポという形のおよそ16,000トンもの新たな有機物質を作っているといいます。植物の中には細胞壁、細胞質、葉緑体など小学生の頃学校で習ったものがあって、それらは秩序だってそれぞれが完璧に働いているんですね。太陽エネルギーを受けて、それが有機物に見事に変換されていくのです。さらに驚くべきことは、捉えられた光子、光の子ですね、のエネルギーが、クロロフィルのアンテナ分子と呼ばれるものから反応中心と呼ばれる場所へ移動するプロセス効率は、自然界のものも人工のものも含めて知られているどんな反応よりも高く 100% に近いのです。つまり究極に効率が良いのです。ちなみにソーラーパネルはどうやっても移動するのにエネルギーをロスするせいで最高でも 70% なんだそうです。そんな究極の仕組みが植物の中にあるんです。緑色硫黄細菌という光合成細菌に含まれているクロロフィルを詳しく調べるために光合成複合体にレーザーパルスを照射すると光信号が発生してそれが検出器で捉えられました。これらのデータをつなぎ合わせてグラフにすると信号が上下に振動していることが分かったのです。これは量子力学ではあまりにも有名な二重スリット実験で見られる明るいところと暗いところの島の干渉パターンや楽器をチューニングするときに聞こえるうなりに似ていると言います。この量子のうなりの発見によって植物の中にあるレイキシという粒子が植物の中のクロロフィルの迷路の中で一つのルートを辿っているのではなく同時に複数のルートを進んでいることが明らかになったというのです。これ聞くだけでも目に見えていない世界がイメージしているものと違いますよね。光合成がいかに特殊なものかを表していた言葉を紹介します。水分子の中の電子は極めて強く結合しており、光合成系は水を燃やして電子を取り出す自然界で唯一の独特な場所だ。人生学校的この世界が仮想現実ほぼ 100% に近い理由。人生学校的にまず間違いなく言えること、それは私たちが見ている世界は曖昧なものだということです。これはほとんどの情報を視覚優位で捉えてしまっているからです。少なくとも量子、つまりミクロの世界を肉眼で見ることはできません。さらにミクロの世界で起こっていることは少なくとも私たちが想像しているものとは違う動きや不可思議なことがあまりにも多いんですね。ニュートンの法則のような古典的物理学の式は目で見える大きな物体において成り立つ式なんですね。ですが、実際現実世界で土台となっているものは肉眼では見えない量子の世界なんですよね。そもそもこの地球は巨大な磁石で、その磁場の影響は高度数千キロの宇宙空間まで広がっています。この磁気圏が地球上すべての生命を守っていると言います。しかもこの磁気、地球の核の中で液体の金属が循環することで電流が発生して磁場を生み出していると考えられているようです。これを地球ダイナモ効果と呼ぶそうです。ちなみに渡り鳥のコマドリはこのとてつもなく弱い地磁気を感知する能力を持っていて正確に移動することができると言います。これは思い切った仮説ですが、もしかしたら今生きているこの世界は夢みたいなもので肉体がなくなった後の世界の方が本当の世界という可能性だってあり得ます。少なくとも絶対ないとは証明できません。そもそも私たちが肉眼で見えている世界はごくごく限られた世界で匂いを嗅いだり感じる触覚すら錯覚である可能性だって拭えないのです。この本を読んでいて生命の起源についてなど奥深く考えていると実は人間に自由意志というものはなくて自分で自由に思考しているようでいて実はそうでない可能性すらあり得ると思いました。この世界が夢、幻をただ見ている可能性もかなり高いのではと思います。量子の世界ではただ観測や測定するだけで観測対象の状態が瞬時に変わります。私たちが肉眼で見えている世界はまさに全て観測しているもののみと言えますよね。すると観測していない時は違う状態、違う世界が即座に存在するわけですから肉眼で見えているという世界は仮想現実であるとも言えそうなんですよね。観測していない時の現実を私たちは肉眼で観測することができないからです。人生学校的この仮想現実を充実させる方法。
この世界が仮想現実であるとしたら、そもそも全て幻想ということになります。それでも私たちは幻想の花を咲かせて充実した人生にしたいと感じると思います。生命の起源、呼吸のメカニズム、植物の光合成、渡り鳥が毎年誤差なく飛行することができること、肉眼では見えない世界を科学的に解明しようとすればするほど自分が分かっていないということがだんだん分かってきます。今この時代に生まれてきたこと、今生かされていることが偶然ではなく必然であるように思えてなりませんでした。心臓が脳からの命令なしに生まれてから一度も休むことなく働き続けているのも、もしかしたら量子力学で解明される日が来るかもしれません。こんなことを考えていると謙虚にならざるを得ません。今生きているんではなくて生かされているんだなという感覚になるんですよね。自分で生きているんだなんてとんでもなく、脳の指令で動かせてコントロールできる部分はごくごく一部なんですよね。肝臓も腎臓も心臓も毎日想像を絶するような膨大な働きをしてくれています。細胞レベルではこの瞬間も誰に言われなくてもせっせと働いて、体に悪いものが侵入してきたら直ちに白血球などが出動して対処するのです。細胞の知恵から比べると人間の頭の知恵なんていうのはごく小さな存在と思えてきます。だから自分の頭で考えて何かをするというのは実は得策ではないことも大いにあり得ると思ったのですよね。そうは言っても毎日頭で考えてしまいますが、細胞のレベルでは全ての真理を知っていて働いているとしか思えないのですよね。私たちが幻想の花を咲かせて充実した人生にするためにできること、それはおそらく量子コンピューターでは再現できなさそうな部分、つまり謙虚さ、思いやり、人に寄り添う心などかもしれないなと感じました。謙虚に思いやりを持って生きる、こんなシンプルなことが実は本質なのかもしれませんよね。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、真理を追求するための本のまとめなど有益な情報と感じるものだけを厳選して10分程度でわかりやすく約1週間に1本配信しています。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の量子力学で生命の謎を解く、量子力学にめちゃめちゃ興味のある人は手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたはこの世界がたとえ仮想現実でもあなたが感じる素直な心はかけがえのない大切な宝物です。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。